やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、初登場のブランド、シブガの、シブガロビンだ、SV21 とも言うな。中華イヤホンに対して、中華ヘッドホンは、今のところレビューが少ない、というのも、どうしてもイヤホンと違って個性の一本押しでは、他社と競うことが難しいし、シブガの中の人曰く、ヘッドホンはイヤホンよりさらに設計が難しいんだとか。上を見たらキリはないが、シブガのヘッドホンは、ハイエンド、と言っていい価格帯に位置する。ロビンはその中でも比較的お手頃な価格帯に属する、オーソドックスなヘッドホンだけど、果たしてその実力はどうなんだろう？情報量が少ないジャンルなので、レビューオファーを受けてみたぞ。今回は、ロビンと、より上位のフォーニックスの2機種を受け取ったんだけど、今回はロビンに絞って話をしていこうか。木製のよく磨き上げられたフェイスプレート、金属製の堅牢な部品、それでいて、全体の重量は軽く、装着感も軽いのがロビンの特徴だ。特に装着感については、見た目から想像できないくらいに軽やか。一般的な形状のヘッドバンドと、耳部分のクッションパッドで装着を支えるロビンなんだけど、このパッドの食感と形状が、装着感の向上に大きく寄与していると思う。クッションパッドは高反発タイプのスポンジ系で、形を保つ力が強く、耳たぶを押さえつけない大きさもある。僕は結構耳が大きいんだけど、SV21 のクッションパッドは全く耳に干渉しなかった。耳を押しつぶすタイプのヘッドホンが苦手な人にも、安心して使用することができるぞ。本体の仕上げも良好で、木目のわかるブラウンカラーの他に、今回のものとは別の、マットでシックな質感のブラックバージョンもある。個性的な外観を取るか、より飽きずに使えるブラックを購入するかが悩みどころだ。ブラウンカラーの方は徹底的にブラウンで、2.5mm 両出しの、リケーブル可能なプラグ部分までブラウン。かなり個性的な見た目になるけど、派手なわけではないので実用的なのが嬉しい。ちらっと言ったけど、独自規格ではない、2.5mm 両出しのケーブルを採用しているのも嬉しいところだ。クッションパッドももちろん公式で妥当な値段で購入できるあたりは、中国系ブランドって感じがするな。そんなわけで、外装に関しては、取り回しが良く、仕上げが良く、価格に納得できる質感を備えてる。唯一気になる点は、体温が高い人には独自のクッションパッドが熱がこもりやすいように感じたことだろうか。高密度の素材を使っているからか、一度熱を帯びると下がりにくい印象がある。高温多湿の日本のこれからの季節だと、冷房の中で使うのが前提になるだろう。形状から前後左右がわかりづらいけど、ヘッドホンのバンド部分にある LR 表示を参考に装着しよう。遮音性は平均的。がっつり外の音が聞こえなくなるわけではなく、がっつり外の音が通るわけではない。密閉型だけど、そこを重視して作ってるわけじゃないからな。ちなみに、ベント部分はわかりづらいんだけど、耳を覆う部分の上っ面に配置されているぞ。中身について見ていこうか。と言っても、ヘッドホンは基本的に、1ドライバーのモデルが多いな。基本的にドライバーはでかい方が、再現率の点では色々と有利だし、このクラスのヘッドホンというと、大体のモデルが 40mm から 50mm くらいのドライバーを採用している印象がある。シブガもそれらのイメージを外れない、50mm の振動板を採用しているぞ。この 50mm 振動板は、自社開発しな。このクラスのヘッドホンとなると、自社製、専用設計のものを使っていることが多く、と期待させられるモデルが多いな。このドライバーを自社開発できるからこそ、シブガはこの価格帯のヘッドホンを売り出せる、ということみたい。難しいことを省くと、このヘッドホンは、強力で薄い磁石に、軽量で反応の良いボイスコイル、そして、50mm と大型の振動板を採用。振動板の詳細は出てないけど、ポリカーボネート、つまり樹脂系と、明記されないファイバー、樹脂の組み合わせだ。これと、木材を使用した密閉型ハウジングの組み合わせ、結構自然で柔らかい音が出てきそうなイメージを受けるな。ただ、この価格帯だったら、全音域満足したいところ、そこら辺の音色についても期待してみよう。そうそう。このヘッドホン、価格、仕様、独自開発。と、ちょっと気難しい気がしてくるけど、鳴らす環境の方は全く気難しくない。普通のちょっと音量が取りにくいイヤホンと同じ、32オーム。実際、非力なプレイヤーに直接接続しても、豊かな音色を確保することができた。なので、ポータブルオーディオで、ちょっとヘッドホンにも手を出してみたいなぁ、と考えている人とか、PC にちょっとした DAC をつなげて使いたいなぁ、なんて考えている人にも、納得の音質が確保できる点は安心してほしい。
今回は、ポータブルプレイヤーに直接接続した場合、それから、乾電池2本で動く、コルグ HAS で接続した場合ともに、大満足の音色で聞くことができた。小型の Bluetooth DAC アンプ、FiiO BTR5 2021で聞いた時にも、全く出力の不足は感じなかったな。さすがに BTR3 系のシングルエンドとかになると、ちょっとパワー不足を感じるかもしれない。スマホでも鳴らせるけど、やっぱり本領発揮はちょっとした DAP くらいからだ。というわけで、外装と取り回しに関しては、非常に扱いやすい、日常使用を考えられる装着感、そして、軽量ながら質感のある外観と、いざという時の修理部品も当てがあるのが嬉しいな。外使用もいける感じ。標準ケーブルの長さは2ムなので、家でも外でも絶妙に使いやすい塩梅だと思う。さて、それじゃあ、肝心の音質について見ていこうか。木製のハウジングは、反響が温かみのある音になるイメージ。でもって、本体の振動板も、高質な音色を出す金属系のコーティングなどはされていないから、結構中音域をメインにした、反応速度より量感とかを重視した音かと思ってた。実際、エイジング前はそんな感じ。高音域の突き抜けを感じず、ゆったりとした鳴り方で、こんなもんか、くらいに思ってたんだけど、エイジングすると、高音域の見通しが一気に良くなった。50mm ドライバーに納得の、しっかりとした低音からサブベース、ボーカルはスペックから期待した、しっとりとした情感の乗ったもので、高音域は、過剰に金属音が強調される感じもなく、聞き取りやすいんだけど、薄く弾力のあるドライバーのおかげで反応が良く、眠くなる感じもない、音色としては万能型で、ちょっと明るい味付けにも対応できる幅広さがあり、何から何まで、ちょっといいヘッドホンで完結させたい人におすすめだ。外装で述べた、装着感の軽さからは想像できないくらい、重低音への対応力も良い。ここまでやってくれないヘッドホンもある中で、サブベースまでがっつりと鳴らしてくれる。いわゆるドンシャリほどに高低音域は強調されておらず、ボーカルや他の中音域もしっかりと前面に出てきてる。でも、きちんと高低音は気持ちが良い。密閉型らしい、閉所で音色に包み込まれるような体験が味わえる。空間表現は、普通の部屋の中で演奏を聴いている感じ。適度な距離感と、高音を強調しすぎないバランスのおかげで、いつまでも聴いていられる音色だ。高音がくっきりと出つつ、ギラギラしないバランスなことと、それから、しっとりとした中音域以下のおかげで、一見暗い音色の中で、要所要所にきらめきを感じる。温かみ一辺倒になっておらず、木材系の柔らかい音色の、良い部分だけを適切に取り出せているような、いいところ取りのバランスだ。レトロな音源から、最新の音源の高音域のきらめきまで、きちんと表現できる。ジャンル、年代問わずに対応できるヘッドホンってことだ。さらに、木製ヘッドホンの柔らかい反響は、どうにも EDM などのサウンドと相性が悪いように感じることがあるんだけど、サブベースがたっぷり出せるポテンシャルと、高音域にしっかり反応できるポテンシャルを持っているので、たとえ現代的ハイレゾっぽい音源を聞いても、適度に険しさを除きつつ、しっかりとシャープな高音域も全体に馴染ませて鳴らせてくれる。カラッとした音が出る楽曲も、ある程度温かみが出るけど、音源の良さは潰さずに共存してる印象だ。この汎用性の良さから、音楽におけるジャンルの選ばなさはもちろん、音楽を飛び越えて、映画、ゲームなんかに使っても良い。ここに、外装の部分で触れた、とにかく軽い装着感も相まって、ヘッドホンをいっぱい持ってても、一日中こいつを使い倒せるような、ちょっといい値段の万能選手、という印象を受けた。実際、同価格帯の他のヘッドホンと比較して、本当にどこが良くて、どこが悪い、と話すようなポイントがないんだ。せいぜい、もうとことんギラギラしてほしい。って人には金属ハウジングでカーボン系のドライバー積んでるやつの方がいいかなと思うくらい。あとは、クッションパッドがちょっと熱を帯びやすい点。これくらいだな。音色を高音、中音、低音に分割して再度整理してみよう。高音域は、よく伸びる。高質感は極端には出ず、金属音なども若干温かみが付与されるけど、音の切り分けはしっかり書かれていて、なおかつ要所で暗くならない。聞きやすく、それでいて刺激が全くないわけではない。長時間聞いても飽きないし疲れない音だ。中音域、ここもバランス的にも下がっていないし、なおかつ木製ハウジングと、ファイバーが含まれた振動板のおかげか、生々しさがあって良い、ちょっと湿ったボーカルを好む人にも、満足できる音質だ。明るい声色にも対応できるぞ。低音域、ここはそれほど前面に出てくるバランスじゃないんだけど、ローファイヒップホップとかを聞くと、そのポテンシャルは確認できる。全体的に密閉型らしい、包み込むような低音で、それでいて潰れておらず、しっかりと振動感も感じることができる。
何から何まで褒めてるように思うと思うんだけど、そりゃ、軽くて装着感良くて何でも鳴らせるヘッドホンなんだから、何から何まで褒めるしかないだろ。空間はちょっと狭めで、落ち着いて聞ける感じ。ゼンハイザーの HD598SR が僕がいつも使ってるヘッドホンなんだけど、ロビンは温かみ、そして高音の音量差ともに 598SR より扱いやすいので、蒸れるまでロビン、蒸れたら HD598SR。ってな感じで最近はヘッドホンをローテーションしてることが多いな。密閉型ゆえ、定期的に外して休憩は必要になるけれど、いつでも使える、いつまでも使える、何にでも使える、でもって、出力要求の低い、どこでも使える要素までも網羅したロビンは、きっと1本目のこの価格帯のヘッドホンとして、満足できる一台になるだろう。おすすめだ。と、こんな感じだな。正直、エイジング前にちょっとつまみ食いした時は、結構高音が柔らかすぎて、レビューどうしようか。とか思ったんだけど、エイジングしたらめきめき高音が伸びたので余計な心配だった。ロビンでこれくらい良かったんだから、上位機種のフォーニックスがどうなることやら、予告、やっぱめっちゃ褒める。と、いったところで今回はここまで、中国のハイエンドヘッドホン、侮れないぞ。